皆さんおはようございまおす。はようございます。僕たちはラーメンを食べながら日本一周している夫婦です。はい、現在福島県のラーメンを食べ歩いているところです。福島県といえば喜多方ラーメンでございます。はい、日本三大ラーメンの一つ、喜多方ラーメンを今回は5店舗、私たちが気になるところを選んで食べに行こうと思っています。私たち事ですが、本日8月25日、5回目の結婚記念日です。おー、だから5店舗ということで。そういうことなんですね。なんか語呂がいいですね。はい、ということで結婚記念日のお祝いとしてラーメン食べ歩きしていきたいと思います。違う、1日で5店舗は無理なのよ。それは無理なの。喜多方ラーメンはどこのお店も朝早めの時間から昼までの時間、私たちが行きたいところの中では夜やっているお店がなかったので、3日間ほどに分けてラーメンを食べ歩いてきます。大前提として喜多方ラーメンについて少しだけ。麺の特徴としては平打ち麺で縮れ麺。スープは多くの場合が醤油なんですけど、塩だったり味噌だったりお店によって様々です。だしは多くの場合豚骨とか煮干しを使われているということです。ウィキさんの情報にはなりますけど、こんなような感じで存在しているということで、人口に対してかなりの割合であるらしくて、20件くらいあるらしいです。それを全部巡った人がいたらぜひコメントに。今回だけでは喜多方ラーメンの全てを知ることはできないですけど、ある程度人気店の方を厳選してきましたので、もし観光に来られる方の参考になるように、私たちの拙い食レポでお届けしたいと思います。まず最初のお店は6時半にやってきております。はい。ここから並んで第一発目の喜多方ラーメンを楽しんでいきたいと思います。それでは今回もよろしくお願いします。おはようございまおはようございます。す。6時半から並んでます。さすが喜多方ラーメン。日曜日の朝もすでにざっと考えても20組ぐらい待っておりました。朝7時からやってるからね。その向かいにはまた有名な松ってお店もあるんだけど。はい、いただきます。透明なスープ。おお、塩感のあるあっさりめなスープです。あ、塩なんですね、これ。超あっさり。弾力もあってつるっとしてて美味しい。塩気は結構あるよ。熱々のスープです。チャーシューはうまい。想像の倍ぐらい濃いかった。そう、平らな縮れ麺って感じですね。結構平らな麺なのにコシが結構しっかりあって、すごいスル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 吸える。濃いけどあっさり、かなり塩気があるね。柔らかくてちょうどいい分厚さです。朝ラーって名付けていいぐらいのあっさりさ。お皿ですかね。この麺がさ、気持ちいいよね。めっちゃ、トゥルトゥル入ってくる。そう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 。吸いやすい、めちゃくちゃ。滑りがいいよ。ラーメンって美味しく感じるね。ある程度のやっぱ塩気って必要なんやな。なんか麺と確かに。別々に感じちゃうけど薄いと。これだったらしっかり馴染むっていうか。それはわかる。しっかりスープと麺一体感が生まれてます。美味しかったです。結局あれから20分ぐらい待って回転が早いので割と早めに入れました。スープも結構塩気が強いのでこの後喉が渇くこと間違いない。量もめっちゃ入ってて、チャーシューも満足いくぐらい、もう肉そばにしなくてもいいぐらい入ってて大満足でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。
僕たちは朝ラーメンを食べてそのままこちらのお店に来ました。10時半開店なんですけども、9時頃に来てこちらで待っております。なんとこのお店の方が麦茶をこうやって用意してくださったりとか、わざわざ向こうの方に扇風機をセットしてくださったりと、もう入る前から気配りが素晴らしいなというふうに思います。先に食券を買ってここで待っておくスタイルだそうです。入店前にそちらの食券を先に注文しておいて待っているような感じでした。それではいただきます。もうはみ出ているチャーシュー。何ベースなんだこれは。醤油ベースなんですけど、出汁を感じる醤油。ではいただきます。スープ自体の味は抑えめにしてあるんだけど、出汁がしっかりよく出ていて、優しい醤油ラーメンを表現してくれているようなラーメンです。スープが本当に優しくて美味しい。ネギとメンマが乗ってるんですけど、なんといってもこの大判チャーシュー。いただきますね。分厚い方から薄いのと分厚いのあります。ちょっと待って、めっちゃとろける。ハムで溶けるようなとろけるチャーシュー。うまっ。やっぱ食べれば食べるほどわかるけど、かなりあっさり優しいスープ。正直油感はあんまりなくて、この豚肉が脂が乗った柔らかいやつだから、それとちょうどいいのかもしれない。ごちそうさまでした。こちらの醤油ラーメンは濃いめが好きな人にとっては少し物足りなさを感じるかもしれないんですけども、自分にとってはすごく美味しくいただきました。麺を食べながら結構だしの感じを味わいたくて、結構スープ飲んじゃう感じですね。チャーシューについてはめっちゃ大判トロトロでとろけるって言ったんですけど、少し小さめの方は食感も残るようになっているみたいなので、その好みで食べられるといいかと思います。女性のこってり系が苦手な方とかにとってはチャーシューなしのラーメンだけっていうのもありますので、網みたいにそういうのを食べるのもありかと思います。僕らは好きなラーメンでした。ごちそうさまでした。おはようございます。朝6時43分です。こちらのお店は9時開店なんですが、先に名前を書きに来ました。6時半の段階、2時間前の段階で、もうすでに10組待ちだそうです。駐車場は店舗前のみです。駐車場が少ないのが問題なので、できるだけここに留まろうと思っております。こちらはだしに塩を加え、とてもシンプルに仕上げましたと書いてあります。透き通ったスープです。2年連続グランプリを取ったという殿堂入りのラーメンです。あっさりとかそういう表現ではないな、これは。優しい甘みもあるし、お出汁の味もしっかりあるし、でも濃すぎない、すごく優しいんだけど、優しいだけではない奥深さが感じられます。つるんつるんでしっかりもちもちしてて、スープもしっかり絡んでます。こちらは香り膨らみ、そして後味、これがキイチの原点ですという醤油ラーメンです。見た目から美味しそうだ。味の濃さがバッチリ、俺の中でもう最高にバッチリだね。美味しい。これぐらいの醤油の味の濃さがあった
あるとすごい麺とマッチして最高に美味しいんですけど、醤油の奥にコクみたいなのがある。後味がすごくいい。でチャーシューです。やばいやばい。あー、これはもう全体的に最高なラーメンです。チャーシュー好きなんだよね。ちゃんとしっかりしてる。この醤油美味しいな。絶対醤油にするべきだったよ。いやマジで塩ラーメンでなかなか美味しいっていうの気づかないじゃん。マジで美味しい。案内も塩美味しかったけど、また違うんだね。運命のチェンジ。チェンジ。でも結構お出汁を感じる醤油なんだね。そうそうそう。なるほど。確かに醤油も美味しい。めっちゃ美味しいよね。選べないな。どうでしょう。2年連続グランプリ取ってるのはこの塩の。でも本当に醤油捨てがたい。ごちそうさまでした。スープも次々と飲みたくなるぐらい美味しくて最高でした。注意点がございましたので、はい、そちらだけ補足させていただきます。はい。こちらのお店、土日はやっておりません。平日のみの営業となっているのでご注意ください。受付は5時半から記入ができるようになってます。口コミ等で見たところ、早い時には8時にはもう受付終了という風になっているようなので、開店よりもずっと前から記入しておくことをお勧めします。また駐車場が正式な数はちょっと覚えていないんですけど、10台は止められなかったので、駐車場も別のところにあるわけではないですので、止めてずっと待っておくような状況を作らないとすぐ満車になってしまいます。そこだけご注意ください。いただきます。豚の背脂がいっぱい乗ったじとじとラーメンです。想像ほどのこってりさではないかもしれない。これを麺と食べた時にどうかで、確かにじとじとしてるっていうのは分かる。めっちゃ熱いね。割とスープの味は抑えめにしてあって、さっきも言ったけど見た目ほどこってりしていない優しめの味のラーメンっていう感じがします。麺は他のラーメンと麺と似たような大きさなんだけど、これもちゃんとつるっと吸えて美味しいです。チャーシューもトロトロ系だね。ほぐれちゃった。柔らかさはほろっとするので、脂身はそこまで感じないかもしれない。想像よりシンプルで美味しかった。見た感じから麺がいっぱい入ってるように見えますね。優しめの醤油です。麺はツルツルしてる。全部吸いやすいんですね。ツルツルしてる。私からしたら抵抗感のある見た目なんですけれど、でもしっかり豚の味を感じるわ。やっぱりでも旨味っていう感じ。その臭さとかは全然ない。すごく煮干しの味がするわけじゃないけど、しっかりそのお魚の出汁を感じて美味しい。ここは豚ベースに煮干しも使ってるっていうようなスープみたいです。麺がいっぱい。麺たっぷり。ここは朝7時から夕方6時半までぶっ通しで空いてて、そのうち平日だけ11時半から2時まではライスの一杯サービス無料ということで、僕らはもうちょっとやめましたけど、チャーシューもトロトロ、コロコロトロトロだ。他と比べて料金もちょっとだけ抑えめにしてやって、量もあるって考えたらコスパめっちゃいいかも。メンマとかネギとかチャーシューもそれしっかり入ってるし、具材もしっかり入ってこの値段だとコスパもいい気がします。醤油で物足りない人はじとじとにしてもいいかもしれないけど、醤油美味しいかも。私は醤油の方が好き。どっちもありって思った俺は。ごちそうさまでした。他より味が優しめであっさりと食べられました。駐車場は15台ぐらい止められるのかな。割と広めなのでゆっくり来られると思います。
ラーメン巡ってきましたが、初めてのネギラーメンです。一番人気とのことで。このネギにしっかり味がついてるんだ。ちょっと酸っぱい味付け、スパイシーな感じもあるし、胡椒が効いてるのかな。それもなんだけど、ちょっと甘酸っぱい感じ。麺もツルツルで熱々だし、だいぶ胡椒とこのネギの味付けがまた違う喜多方ラーメンを感じさせる。うまい。これはスープは醤油、しっかり醤油の味がするかな。全然脂身も感じない、すごいあっさり醤油だ。今回の喜多方ラーメンの中で一番あっさりしてるような気がする。醤油ラーメンの中でももっと中華風な醤油ラーメンって言えばいいかな。そうそう、中華。そんな感じに。チャーシューはめっちゃしっかりめのチャーシューで歯応えもあります。これ屋台に出てたらなんか食べたくなるような醤油ラーメン、美味しいです。こちらのお店は餃子も美味しいということで、店員さんがおすすめしてくださいました。大きい1個のサイズ。うわ、あっさりではあるんだけど皮が薄い。超ぎっしり。ニラの香りもして、中華な。口コミ見ててもラーメンと餃子がセットみたいな感じになってて、みんな餃子も美味しいんだなって思ってたけど、美味しい。ほんとどっちもだね。中華風醤油ラーメン。なんかラーメンというよりか本当中華を食べてる感覚になるラーメン。特にこっちはそうなって感じがする。餃子とこのネギラーメンの相性がすごい。こいつも朝食べても全然平気なラーメン、超あっさり。サンドイッチマンの2人が1日に2回もここに来て2回サイン書いてるっていうのがおかしい。そしてその3年後にまた来てるんだって。ごちそうさまでした。胡椒が効いてたので、めっちゃネギラーメンの方が体がポカポカでめっちゃ汗出てます。量もボリュームすごかったので食べ応えはつかでした。最後までスープも熱々だったから最後まで美味しくいただきました。餃子もぜひセットで食べてみてください。ごちそうさまでした。喜多方ラーメン食べ歩き、これにて終了です。はい。それでは最後に1位のラーメンを発表したいと思います。今回話し合った結果、2人とも1位が一緒だったので、私たちの独断と偏見、そしてこの限られた5店舗の中で決めるとしたらというところで1位を発表したいと思います。はい。それでは寺田夫婦の喜多方ラーメン1位はキイチです。私は塩、りょうくんは醤油をメインで食べたんですけど、どちらも本当に美味しかったです。今回は醤油の中で自分は一番決めたいなと思っていたんですけども、こちらは醤油ラーメンの後味がすごくよくって、香りとまで残る醤油の味全てにおいてすごく良かったなと思います。バランス的にも最高だったなと思いました。塩は塩でもうシンプルに透き通った味わいで、もういつまでも飲んでいたくなるようなスープ、これが最高でした。醤油も塩もどちらも美味しかったので、僕たちの中ではこちらのお店が第1位ということで選ばせていただきました。はい。でもう一言だけお気に入りのお店を言わせていただくと、僕のお気に入りとしてはラーメン長谷川です。私のお気に入りは源来軒です。こちらの3つが今回ランクインしたということで、もし機会がありましたら食べてみてほしいなと思います。最初にも言った通り、喜多方市にはラーメン屋さんめちゃくちゃたくさんありますし、まだまだ人気のお店もたくさんありますけど、全体的な感想としてはそれぞれが全く違うラーメンというかよりかは系統が似ていたラーメンの中で自分の好みを見つけるのが一番いいんではないかなというふうに思います。何回か来るんやったら本当いろんな店を巡ったりいろんな味を試してみたりで、分の真の喜多方ラーメンをじゃあ決定できたらと思いますが、今回限りは無理なので、また機会がありましたら私たちもまた食べに行きたいなと思いました。今回もラーメン食べ歩きで贅沢な旅ができたと思います。はい。僕たちのチャンネルがいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。ごちそうさまでした。美味しかった。喜多方ラーメンですね。僕たち桃鉄を2ヶ月前ぐらいにやったんですけども、友桃鉄達とねの中でもね、喜多方ラーメンに店舗を持てばめちゃくちゃ売れるっていう、もうそこで儲かるっていう話があるぐらい有名なとこみたいです。注意点がございますので、そこだけ補足。
そうそう。ゆっくり喋ればいいでしょ、噛むんだから。ちょっとこうさ、プルプルプルって喋るからダメなんでしょ。はい